こんにちは。僕はキャンピングカーで脳が喜ぶ非日常を探す25歳です。こちらの動画は YouTube の字幕機能をオンにすることで字幕付きで動画を楽しめますので、よかったらご活用ください。こちらの動画は5泊6日旅の3日目と4日目でして、前回の動画の続きとなります。今日は2年以上ずっと行ってみたかった場所に向かいます。静岡市の清水区にある日本平にいたのですが、同じく静岡県の灰原郡川根本町にあるので、峠道のような国道362号線をひたすら進んでいきます。ご覧ください。15% 勾配表示の看板があります。これは水平距離100メートルあたりに15メートルの高低差があることを意味するのですが、かなり急な坂です。どれくらい急かというと、国の道路構造令で道路の勾配は最大 12% と定められているので、それを超えているということだけでどれくらいやばいかわかるでしょう。さあ、センターラインがないヘアピンカーブも連続するこの国道362号線は、ひどい道と書いた国道ランキングで上級者向けになります。いや、いつかこのランキング制覇したいですけど、さすがにキャンピングカーだとはばかられますね。今回は大井川鉄道の千頭駅の道の駅に宿泊しようと思いますが、その前にお風呂に向かいます。想像と生きがいの湯です。福祉のための温泉施設だそうで、150円で入ることができました。いやー、さっぱりしました。施設自体は新しめなのですが、どこか懐かしくて柔らかい印象を受けました。本日の目的地は道の駅奥大井おとぎの里です。音をテーマにした体験型の施設も併設しています。こう登ってきましたね。実際もっとグネグネでしたけど。明日は電車に乗ってこの辺りの駅まで向かいます。夜ご飯は Amazon で買ったお米が炊ける弁当箱を使ってみます。一人飯用って感じのサイズでちょうどいいです。ちなみに1500円ぐらいでした。メインは鶏白湯鍋でプレゼントでもらったバズソングドッグディスコというクラフトビールと一緒に食べます。柑橘系の匂いが爽やかでやや苦味があるが、それがむしろ喉越しよく感じます。フルーティーな味わいなので、最初の一杯でも途中の一杯でも美味しく飲めそうです。朝ホットサンドとコーヒーでゆっくりしていたらシンプルに乗り遅れるところでした。今日は大井川鉄道の秘境駅奥大井湖上駅に向かいます。中はこんな感じ。カーブの多い線路に合わせた小型の車両です。大井川鉄道の特徴といえば何といってもアプト式鉄道じゃないでしょうか。2本のレールの間に1本のギザギザのレールを敷き、機関車の歯車を噛み合わせて急勾配を上り下りする鉄道をスイスの開発者の名前からアプト式鉄道と言います。日本の鉄道で唯一アプト式を採用しているのがこの大井川鉄道なのです。先ほどのアプト一白駅は歯車付きの牽引車の連結場というわけです。2.5% を超えると急とされる列車において 9% という急勾配をアプト式区間で登っていきます。エメラルドグリーンに輝く広い湖の真ん中に一人だけポツンと宙に浮かんでいる気分になりました。奥大井湖上駅は文字通り湖の上にある駅ですが、レインボーブリッジと名付けられた鉄橋を通って駅の外へ出ることができます。ただこの階段がめっちゃきつかったです。視線を水平に保つとこんな感じで階段の側面4段分くらいしか見えません。この階段を登ってぐるっと回ると奥大井湖上駅を見下ろす絶景スポットに行けます。
先ほどの動画からは想像つかないですが、ダムで大井川の水位が上がる前は、このように水がない分、すごい高い場所に駅があったんですね。実は先ほどの動画には、ダムに沈む前の急線が映っていました。そのまま歩いて隣駅の拙祖峡温泉駅へ向かいます。途中8つの吊り橋がかかったラブロマンスロードを通りますが、その吊り橋の多くが珍しい作りをしており、特にこの宮沢橋は片側が階段でできている階段式吊り橋で、日本一長い階段式吊り橋です。大井川鉄道、心からお勧めできる路線です。秘境路線の名高い JR 飯田線や JR 只見線も良かったですが、こちらはもはや観光路線として車掌さんが案内をしてくれるので、乗っている間ずっと楽しめました。今夜は御前崎灯台に車を止めて静岡おでん屋の三山さんにお邪魔します。地元の方が大盛り上がりの中、おでんと熱燗を楽しむのもいいですね。かみさんがおでんやサラダなどめちゃくちゃ食事サービスしてくれました。ありがとうございました。次回は静岡旅のラストということで、絶景の廃集落、夏焼集落を訪ねます。このチャンネルではこれからもキャンピングカー旅を発信していきますので、お手元でぜひチャンネル登録と高評価をしていただけると嬉しいです。それではご視聴いただきありがとうございました。